あなたに会えてよかった。あなたには希望の匂いがする。つまずいて傷ついて泣き叫んでも爽やかな希望の匂いがする。街は今眠りの中、あの鐘を鳴らすのはあなた。人は皆。和田アキ子は日本を代表する歌手、タレント、司会者、ラジオパーソナリティである。今や愛称を込めて芸能界のドンとすら言われるその和田アキ子が2005年、自ら在日コリアンであることをカミングアウトした。芸能界には暗黙のルールというものがある。それは芸能界には多くの非差別地域出身者や在日コリアンがいるが、何人も彼らの出自には決して触れないというルールである。しかし和田アキ子はこうしたタブーに挑戦するかのように週刊文春の記者の前で自らの過去を語った。和田アキ子は1949年大阪の東成区に生まれた。チェジュ島出身者の父と朝鮮半島出身者の母を持つ在日韓国人2世で、本名はキム・ポクチャ、通名は金海福子であった。父は在日コリアンの密集する旧医会の主に現在の生野区で金海道場という柔道場を開き、同胞の子供たちに柔道を教える柔道家であった。奇遇だが韓国の前大統領イ・ミョンバクも金海道場の近くで生まれ、3歳まで医会野に住んでいた。そんな在日コリアンたちがお互いに肩を寄せ合って暮らすコリアタウンで和田アキ子は生まれ育った。少女時代のアキ子は同年代の子よりも身体が大きく、小学校6年で身長が163センチあったという。そのせいか同級生から電信柱とから買われたり、日本人ではないという理由でよくいじめられたという。父親は柔道の師範であり、和田も持ち前の大きな体もあり、中学1年生の頃すでに柔道初段であった。また父親は礼儀作法しつけに厳しく、全てのことは男性優先で男尊女卑、父の前では正座敬語を使わなければいけないなどの厳しい家庭環境で、まだ小学生であった和田を殴りつけるなど、たびたび鉄拳制裁暴力を加えられることもあった。この父を憎んで反発し、中学2年生の頃には不良番長として子分を従えて歩き、飲酒喫煙を繰り返し、大阪南の繁華街を縄張りにし、南のアコと呼ばれ恐れられていたという。しかしアキ子には歌の才能があった。13歳で歌手の坂本澄子に師事したアキ子は、中学卒業後は南の有名なダンスホールで歌っていた。アキ子は当時流行っていたリズム&ブルースを好んで歌っていたが、彼女が歌い出すと皆がダンスを中断し聴き入ったという。そんなアキ子がホリプロに見出されスカウトされたのが1966年、彼女が17歳の時だった。デビュー当初は長身かつ大柄な体格、低音の効いた声が原因で横柄な態度をとっていないにもかかわらず、先輩歌手から態度がでかいといじめられる。他にも数えきれない理不尽陰湿ないじめに遭い、私が一人前になったらそういうことはしないようにしようと誓う。1972年、昭和47年12月31日、あの鐘を鳴らすのはあなたで第14回日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞。和田アキ子のエピソードは事欠かない。1975年、昭和50年、町秋の頑張れ9時まで。日本テレビの収録のために中野サンプラザにいた際に楽屋泥棒を捕まえ、警視総監表彰を受け、当時の大手新聞各紙で大いに報じられたが、
新聞紙面にて年齢が公表された件で事務所がデビュー時に決めたプロフィールとズレが生じ、以降プロフィールは訂正された。2000年2月3日、節分の豆を買いに外出したところ、自宅近くの交差点でライトバンにはねられ右足骨折で数週間入院。当時の東京スポーツの記事の見出しには、事実とは逆に車が大破と書かれていたという。本人が事実と認めている伝説の一つに、 CD が登場したばかりの頃、 CD のケースを拳で割って開けていたというものがある。本人曰く CD ケースの開け方が分からず、てっきり壊して取り出すものだと思っていた。拳で割っていたのは最初だけで、痛いのでその後はハサミの柄などで割っていたという。和田のことをモノマネをするときによく歌われる古い日記の歌詞に出てくる「はっ」という掛け声はスティービー・ワンダーを意識したものである。出演する番組や記者会見において、他の芸能人や NHK 紅白歌合戦の出場者、放送内容に対する辛口コメントが多く、マスコミはそのコメントを取り上げることが多い。特にプロ意識に欠ける言動があった芸能人については辛辣な口調で批評する。芸能界のボス、芸能界のご意見番の異名はこれに由来する。本人は芸能界のご意見番と呼ばれることは嫌っており、言われているのなら炎上するオブラートに包んでいるつもりなんだけど、声もよく通るし迫力があるから、他の人でそこまで言っていいのっていっぱいいると、自身よりも過激な発言をする人物がいるのに、自身の発言が目立って取り上げられることに不満を見せている。年々ドラえもんのジャイアンに寄ってきていると話題になっている。インターネット上でも和田アキ子とジャイアンの類似点についての話題がランダムに飛び交っている。短期で乱暴な言動、むしゃくしゃしているという状態の時の攻撃性が顕著。ジャイアニズムいじめる役回りが多いが、一方で義理堅く涙もろい一面の持ち主、当人曰く返さないのではなく永久に借りておくだけ、いつ返すか決めてないだけと独裁者的な心理描写もある。心の友よ。押し付けがましい面を見せる。内心ではのび太のことを友達だと思っているが、なかなか素直になれずに暴力を振るってしまうということを本音ロボットを介して語っている回がある。泣き上手語の気があり、酔っ払うと女口調のおとなしい性格になる。芸能界入りした後の和田アキ子は、一緒に飲みに行った芸能人たちの話によると、深夜の呼び出し電話、毎晩飲みへ行くことの強要、朝まで説教、飲酒して暴れるという一定の方の和田アキ子に関する小話が出てくるが、テレビ放映上の話、ほとんどは和田アキ子の冠番組内で披露される話であるため、多少大げさなものになっているのかもしれません。芸能界入りして45年、和田アキ子は歌い続けた。そして今や芸能界のドンと呼ばれるまでになった。これからもゴッドネーちゃんとして明るく楽しく輝き続ける和田アキ子を日本人は愛し続ける。繰り返します。日韓は元祖兄弟だった。世界は元祖兄弟だった。私たちは同志だった。敵は別にいます。もう一度話し合いませんか？